ハルハロー、春だよ。今回はコンフィ UI の IP アダプターを一緒に試していくよ。IP アダプターって1枚の参考画像から雰囲気や世界観を取り込めるって聞くんだけど、実際にはどのくらい参考画像の特徴が反映されるんだろう。私もすごく気になったので実際にいろいろ試してみたよ。今日はその結果をみんなと一緒に見ていこう。今回試したテーマは夏の海辺、神社と巫女、サイバーパンク、実写写真からアニメイラストの4つ。途中でウェイトも変えながらこんな風に変わるんだっていうところも一緒に楽しみながら見てもらえたら嬉しいです。それじゃあ早速始めていこう。まずは IP アダプターって何っていうところから見ていくね。IP アダプターは参考画像の雰囲気や世界観、色合いなんかを取り込みながら新しいイラストを作れるノードです。ここで初心者の私が最初にちょっと迷ったのがイメージトゥイメージとの違いでした。イメージトゥイメージは元画像をベースに描き直す機能なんだよね。だから元画像の構図や形も比較的そのまま残りやすいみたい。一方で IP アダプターは参考画像をそのままコピーする機能ではありません。参考画像の特徴を取り込みながら新しいイラストを作ってくれる機能なんだって。実際どこまで雰囲気や世界観などが反映されるのか、今回は4つのテーマで一緒に確かめていこう。今回はこちらのシンプルなワークフローを使って検証していくよ。モデルはメイナミックスバージョン12ファイナルを使っていくね。まずは夏の海辺の参考画像から試してみるね。ちなみに参考画像は全てチャット GPT で作ったよ。今回の比較ではシードやパラメーターなどの設定は全部固定にして、変えているのは IP アダプターを使うかどうかだけだよ。プロンプトもできるだけシンプルにしています。まずは IP アダプターを使わずにプロンプトだけで作った画像を見てみて。女の子はちゃんと出てるんだけど背景は普通の街並みになってるね。じゃあ今度は同じ条件で IP アダプターをオンにするとどうなるのか見てみよう。生成開始。どうかな、キャラの細かいところは書けていないけど雰囲気は出てるね。プロンプトには海とか砂浜、青空みたいな言葉は入れてないんだけど、海や入道雲、それに夏らしい色合いなんかはちゃんと入ってる。参考画像をそのままコピーした感じではないんだけど、夏らしい雰囲気はかなり取り込めてるんじゃないかなって思いました。今回はウェイトを 0.6 にして試してみたよ。元のモデルらしさもちゃんと残っていて、私としてはこのくらいがちょうどいいバランスかなって感じました。最初の検証からここまで雰囲気を取り込めるんだってちょっとびっくりしました。続いては神社と巫女さんのテーマです。今度は和風の世界観と構図がどのくらい反映されるのか見ていくね。まずは参考画像、鳥居や石畳、それに神社の建物もあって和風って感じが伝わってくる1枚だね。そしてこちらがウェイト 0.6 で作ってみた画像だよ。いい感じ。鳥居や石畳もしっかり入ってるし、ちゃんと神社らしい雰囲気になってるね。人物も真ん中あたりにいて、参考画像の構図も結構近いね。もちろん全く同じ絵じゃないんだけど、神社らしい世界観はちゃんと取り込めてるんじゃないかな。ふとウェイトをもう少し上げたらもっと参考画像に近づくのかなって思ったので、今度は 0.8 でも試してみました。結果はこちら。あれ、人物が2人になっちゃった。背景もちょっと不自然な感じになってるね。ウェイトを上げればもっと良くなると思っていたので、この結果はちょっと予想外。どうやらウェイトは高ければいいっていうわけでもなさそうだね。実際に画像を見ながらその都度ちょうどいい値を探していくのが大事なんだなって思ったよ。今回の神社では 0.6 の方が自然な形で反映されたね。続いてはサイバーパンクのテーマです。ここでは近未来っぽいデザインや光の雰囲気がどのくらい反映されるのか試してみるね。参考画像はこれ。青や紫のネオン、高層ビル、それにホログラム広告もあってすごく近未来っぽい世界観だね。そしてこちらがウェイト 0.6 で作ってみた画像だよ。どう？すごくない？私ここまでそれっぽくなるとは思ってなかった。
参考画像をそのままコピーしたわけじゃないのに、近未来の街並みやネオンの色、それに光の雰囲気がかなり入ってるね。特に青や紫を中心にした色使いとか、地面に光が反射してる感じは参考画像の雰囲気がちゃんと伝わってくるね。建物の形なんかはもちろん違うんだけど、一目見てサイバーパンクだって思える画像になりました。今回試した4つのテーマの中では、春はこの結果が一番気に入ったよ。ここまで見てきて思ったのは、 IP アダプターって形をそのままコピーするというより、色や光、世界観みたいな雰囲気を取り込むのが得意なのかなってこと。ここは IP アダプターの面白さが一番伝わる検証だった気がするね。最後はちょっと面白い検証をしてみるね。今まではイラストを参考画像に使ってきたんだけど、今度は実写写真でも試してみます。参考画像は生成したこのヨーロッパ風の街並み写真だよ。まずはこれまでと同じウェイト 0.6 で作ってみました。結果はこちら。あれ？女の子がいない。背景はヨーロッパっぽくなってるんだけど、人物が生成されませんでした。これはちょっと予想外だったね。原因はまだはっきりわからないんだけど、写真を参考にしたことでイラストを参考にした時とは少し違う結果になったのかも。ウェイトが少し強すぎるのかなって思ったので、今度は 0.4 に下げてからもう一度試してみたよ。すると、おお、今度はちゃんと女の子も出てきたね。背景はちょっと違う感じだけど、雰囲気は少し残ってます。それに今までのアニメイラストとは少し違って 2.5D みたいな質感になったね。写真の雰囲気や質感まで取り込んでいるようにも見えて、これはこれで面白い結果だなって思いました。今回試した感じだと、写真を参考にするときはウェイトを少し下げた方がバランスが良さそうでした。こういうところもこれが正解って決めつけるんじゃなくて、実際に画像を見ながら少しずつ調整していくのが大事なんだね。最後に今回4つのテーマで試してみて、私がなるほどって思ったことをまとめるね。まず一番印象に残ったのは、参考画像の雰囲気や色味がちゃんと反映されたこと。夏の海辺ではプロンプトに海や青空って書いてなくても、ちゃんと夏らしい空気感のある画像になりました。神社では鳥居や参道だけじゃなくて構図まで結構反映されていて、こんなところまで変わるんだってびっくりしました。サイバーパンクではネオンの色や光の雰囲気までしっかり入っていて、今回の中では一番変化が分かりやすかったね。それから実写写真も参考画像として使えるんだって分かりました。でもそのままうまくいくわけじゃなくて、ウェイトを 0.6 から 0.4 に下げたら人物がちゃんと出てきたりして、画像によって結果が変わるのも面白かったです。今回試してみた感じだと、ウェイト 0.6 は全体的にバランスが良かったけど、写真では 0.4 の方が自然な結果だったね。だからウェイトはこれが正解って決めるんじゃなくて、画像を見ながら少しずつ調整していくのが良さそうだなって思いました。それともう一つ感じたのが、 IP アダプターって参考画像をそのままコピーする機能じゃないんだね。雰囲気や色、世界観みたいなエッセンスを取り込みながら新しいイラストを作ってくれる機能なんだなって今回の検証で少し分かったよ。今回は思った通りになったところもあったし、あれってなる場面もありました。でもその度に設定を少し変えて試してみると新しい発見があって、だからコンフィ UI って面白いんだって改めて感じたよ。私もまだまだ勉強中だから、これからも一緒にいろいろ試しながら学んでいこうね。今回はコンフィ UI の IP アダプターを使って4つのテーマで実際に試してみたよ。私も使う前はどんな風に変わるんだろうって思っていたんだけど、実際にやってみたら想像してた以上に面白かったよ。もし気になったらみんなもお気に入りのイラストや写真でぜひ試してみてね。それからこんな画像でも試してみてほしいとか、この機能も気になるなんてテーマがあったらぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。次回もコンフィ UI の便利な機能を初心者目線で一緒に試していくのでお楽しみに。この動画が少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。それじゃあ
また次の動画で会おうね。バイバーイ。